ここはバトミ旧市街。フランス風の建物は、かつて貿易都市として栄えたバトミを象徴しています。こちらはバトミの住宅街。観光地の中心を少し離れると、ジョージアならではのリアルな日常が垣間見えます。ヨーロッパ的雰囲気を象徴する独特な屋根の形と装飾が印象的。この塔はアストロノミカルクロックのある建物。旧市街の中でも観光名所の一つで、時刻ごとに鐘の音が響きます。このヨーロッパ広場は、特にギリシャ・ローマ神話をテーマに建築やオブジェが点在しており、古代と近代が交差する独特の空間を形成しています。広場から見るアストロノミカルクロックの別角度。ヤシの木との対比が国会リゾートらしい雰囲気を作っています。バトミの新しいシンボル、アルファベットタワー。近代建築が立ち並ぶエリア。バトミブールバールの噴水エリア。水音が心地よく、朝や夕方の散歩にぴったりの場所です。再び現れる超高層ビル、バトミタワー。もともと大学の施設として設計されました。現在は観光施設としても利用されています。ジョージアで竹がこれほど密集しているのは珍しく、バトミ植物園ともつながっています。古代ギリシャ建築を模した列柱は、黒海を背景に立ち並び、リゾート都市らしい優雅さを演出。イルカの像とヤシの木が並ぶこのプロムナードは、バトミのリゾート感を象徴する風景。都市でありながら、豊かな自然とゆったりした時間の流れが調和しています。バトミビーチから望む近未来的な高層ビル群。リゾート地としての顔を強く感じられる場所です。DNA の二重らせんを模したアルファベットタワーなど、ユニークな建築が並びます。海沿いを続く小道。暑い日でも涼しく海沿いを移動できて、ベンチもあるので、お散歩に最適。青い建物は州庁舎。その奥にそびえる現代的な高層ビル群は、古き行政の中枢と新しい経済の象徴。ヤシの木と海のコントラストが美しいビーチ沿い。のんびりとした時間を過ごせる絶好の散歩道です。建設中の楕円形の高層ビルは、急速に変化を遂げるバトミの都市開発の象徴的な光景です。この巨大アーチは、バトミでも特異な存在感を放つ、旧ソビエト時代の団地建築。アーチの奥も住居でありながら、まるで劇場の舞台裏のような空間美を感じさせます。この建物は、戦後のソビエト式団地。バトミでは、ソ連時代のノスタルジックな建物も興味深いです。一転してこちらは、現代バトミの象徴的な高層ビル群。コーチャード・バイ・マリオットを中心としたホテル・レジデンス複合エリアです。ソビエト時代の古い団地と高層住宅。洗濯物が風に揺れ、建物のあちこちに修繕の痕跡も。湖のように見えるこの水辺は、人工の水路。リゾート都市らしい優雅なひとときを楽しめます。左側は、共産時代の集合住宅。右側は、現代的なホテル型レジデンス。海沿いの一等地に位置しています。背景にそびえる建設中のアリアンスタワーは、完成すれば高さ200メートルを超える予定。ビーチ近くの遊園地、センタルヌイパーク。どこか懐かしい作りで、訪れる人々に素朴さを提供しています。自由に歩き回る野良犬たち。マイクロチップを装着され、地域ぐるみで保護されています。赤い塔は、かつての灯台を模した時計塔。その手前には、青く輝く高層ツインタワー、オービシティ。芝生でくつろぐ犬とカフェの人々。リードなしでも、穏やかに過ごす犬たちの姿に癒されます。左に見える螺旋模様の住宅のビル、背景に見える建物の多くは、ソ連時代に建てられた集合住宅です。海岸沿いにある高級ホテル。2010年代以降、政府と外国資本の協力により、都市化が推進。背後に広がるパステルカラーの団地群はソ連時代の建物。1950年代から1980年代にかけて、ソビエト連邦によって建設。写真右側には、廃墟に近い遊園地。
ここだけ時間が止まっているような雰囲気があります。旧式遊園地の背景には、ソ連時代の住宅と21世紀に建設された高層アパート。ジョージアでは野良犬にもマイクロチップや予防接種を義務付けています。旧式の遊園地と背後の建設中の高層ビルはアライアンスセントロポリス。バトミの海岸公園に突如現れる鳥居。日本とジョージアの友好の証でもあります。ヨーロッパ調の優雅な建物が立ち並ぶバトミ中心街。旧ソ連の影響を受けながらも華やかさが感じられます。広場に面した壮麗な建物と馬車が旧時代の風景そのもの。背後に見える未来的なビルとの対比が興味深いです。オスマンとヨーロッパの建築が混在する路地裏。丸いドームの建物は旧バトミ銀行だった歴史的建造物です。古着屋さんのテーブルで猫がのんびりしていたり、観光地とは思えない穏やかな時間が流れています。窓際でご飯を食べる黒猫。地元の人々が猫にも温かく接している様子が伝わります。バトミにある小さな正教会。レンガ造りの外観と静かな佇まいがジョージアの宗教文化の深さを感じさせます。ジョージアならどこでも見られるベーカリーのパイ生地パン。大きいので一つでお腹いっぱい。聖ニコラ教会。レンガの縞模様が特徴的で荘厳でありながらも親しみやすい教会です。車道の先に広がるバトミ旧市街の街並み。クラシックな建物が連なり、どこかヨーロッパの港町を歩いている気分になります。